全国の風民の皆様、そして世界中の風タリアンの皆様、こんにちは。みえちゃんです。中国風タリアン大家好。感謝人類風ではい、まさにベストオブ藤井風ねエイジアンライブツアー竹縄でございましてね、連日動画のシェアのラッシュですね。中国のね2カ所での公演も無事に終了しましたね。チェンドゥでのねパンダ帽子ねいいですね。風さんはね突然こうやってね用事帰りしますねね、私も欲しいです、帽子。今回のねつなぎの色はねチェンドゥではね綺麗なブルーでね、上海ではピンクだったのかな。最初の予想がね赤黄色紫緑オレンジ茶色ピンク青白だったので、これまでだいたい当たってましたね。はい、毎回楽しみになりました。今日はねアジアントゥアーでも歌われているねへでもねえよについてですね。威勢のいいかっこいい曲ですよね。上海でもねつなぎをねとうとう最後は上半身脱いじゃってね、もうほんと熱のこもったライブでしたね。それでMV もねとっても芸術的でね非常にね意味深なね画像の連続でこの歌の内容とともにね心を揺さぶられるものとなってますね。なのでね今回はこの MV のね画像の謎解きも含めてね皆様とねご一緒に楽しんでいけたらなと思います。それでねまずねこのミュージックビデオね出てくるのは日本海の荒波ですね。それと子連れ狼ですよね。でこの子連れ狼がね大五郎をねしっかりと抱きながらね波打ち際をね悠然と歩いてますね。一歩一歩しっかりとした足取りですね。でこの風さん最高にかっこいいんですよね。風さん主演のね時代劇が見たいのは私だけじゃないと思うんですけど、画面がそれで変わってね、で今度は鎖につながれた犬と風さんが出てきますね。で犬がねつながれているのかね風さんがつながれてるのか分かんないぐらいこうごちゃごちゃしてて、狭いね空間にしっかりと2人いて、なんだかねもだえているようなねなんか感じにも見えますね。そして歌詞ね野菜ばっかの生活しょんのに腹が立つことちょっくらあんのはカルシウムちと不足しとんじゃわ踊れ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 つつましやかに生きていきょんのにいつもなんかが邪魔をするんじゃわ。こんな時は人目もはばからずに踊れ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 ねえしょんのにいきょんのにとかねしとんじゃわするんじゃわなどとね相変わらず綺麗にね韻を踏んでいて素晴らしい歌詞になってますね。でね日本の詩歌っていいますか歌っていうのはね伝統的にねあんまり韻を踏まないんですよね。で日本語の発音自体ね韻を踏むのにね適さないって言われてきたんですね。ところがね海外ね例えば私英詩が好きなんですけどイギリスの詩なんかではね韻を踏まないともう絶対詩と言えないんですね。ノンセンスバースっていうね言葉の遊びのようなね詩もあるんです。でこれはね詩というものがねまあ一種の音楽だからなんですね。一言で言えばね言葉をね音として扱うんです。だからねビートルズのね初期の曲とかあとボブ・ディランなんかはねイギリスのね伝統的な詩を受け継いだところがありますね。そして風さんはね
そんな日本語ではね難しい韻というものをね非常に意識していて、でこれも当初からね海外のファンにもアピールすることを考えていたように思います。うん、その点でもねインターナショナルな感覚を持ってですね。さて歌詞に戻りますけど、なんか怒ってますね野菜ばっかりじゃなくてばっかですね。食べてるのに腹が立つ、ね、カルシウム足りんのかなんてね、ユーモアも込めてまともに真面目に暮らしてるのにね、いつも何かが邪魔をして腹が立つってね、岡山弁で怒ってますね。で踊れっていうのは己っていうね、昔侍ドラマでねよく使った言葉ですね。刀を抜く前なんかに言いますね。この野郎ってことかな。うん。そしてね、そんな時には踊れ。つまりね、これは気分を変えて何かで発散しようという意味かと思いますね。人はね、何かね、こうモヤモヤしたりね、うまくいかない時とかストレスがある時なんかね、常にそこから逃避しようとしてね、お酒飲んだりね、博打打ってみたりパチンコやったりね、クラブでお姉ちゃんと過ごしてみたりしますね。うん、でもそれをやってもね問題解決にはならないんですね。どころかねますます泥沼にはまったりしてね。だからね画面にあるように相変わらずね犬とね鎖でつながれたままですね。でここでね鋭い皆様はわかると思うんですけど、ここの犬はね多分自我の象徴ですね。そしてねいつでも何かが邪魔をするのはその何かっていうのはもちろん自我のことなんですね。けれどもねこの人はねもう半分気づいてるんですね。で何がね自分を助けてくれるのかを気づいてるんですね。でそれが次の歌詞にありますね。でここでね曲調もとても柔らかなね優しいものに変わるんですね。かと思いきや正反対、とても平穏な新世界、願うはここへずっといたい、もう限界、神様力をちょうだい、あんたがいればもう満体、変わらぬものにしがみついていたい。ね、もう満体っていうのはね一時なんか流行った読み方みたいですね。誰が流行らしたんだかよくわかんないんですけど、ここでもね梶さんはそれを取り入れてね無問題って読むよりももう満体というね柔らかい発音にして全体をね包み込むような雰囲気にしてますね。でね平穏でねもうずっと痛くなるような変わらぬものがあるって知ってるんですね。で画面はね広い海が映りますね。だけど彼はまだね波打ち際をね這いずり回って苦しんでるんですね。で初めに出てきたしっかりと歩いていたね子連れ狼とはもう対照的ですね。で海はね満ちていくのところでは愛の象徴でしたけれどもここではね荒波でね辛い人生の象徴となっているように思いますね。そしてねついにねあんたのね軽いキックとかねパンチとかをねお見舞いされちゃうんですね。なんか軽いって言ってますけどもう限界なほどやられてるんですね。それでもへでもねえよってね強がりを言ってるんです。ね、ディスもヘイトもマウントもねこれは言葉の暴力かな。でへでもねえよって言いながらねそれでええのなんてね自分で自問してますね。でここでパンチとかねもうこれは肉体的な暴力なんかをねお見舞いしてくるあんたとは自分も含めて自我にまみれた人間のことなんですね。でね若い人もね年配の人も今までね人に傷つけられたり
傷つけたりしたこと全くない人はいないと思うんですね。なぜならみんな自我を持っているからなんですよ。エゴですね。でね、ここでもね、自分が傷つけたことや人から傷つけられたことね、それが言葉であれ肉体的なものであれ、ね、人生で起きるね、さまざまな人間同士の軋轢ですね。自我と自我のぶつかり合いですね。そこに怒りが生まれますけど、パンチとかヘイトとかね、そういうものはそれを指してるんだと思うんですね。そしてね、そういうものからいろんなやり方で自分を騙して逃避するんです。犬小屋のそばでね、ぐずぐずしてますよね、風さんがね。でついに立ち上がってね、何か現実離れした場所でね、派手なダンサーみたいな女性たちをね、横目で見ながらその狭い空間から抜け出てきますね。この辺りでね、私が連想するのはよくたむろしてるね、暴走族とか世をすねてね、群れたがってる若者たちとか、歌舞伎町なんかの歓楽街とかね、なんかそういうイメージは湧くんですね。で単にそれだけではなくって、世間にある毒ですね。つまり自我に汚染された人間たちですね。でその人たちが発する騒音が、自分がとか俺がとか私がっていうね、そういう騒音なんですよ。だから帰れ、家へ帰れ、黙れ、しばし黙れ、騒げ、よそで騒げなんてね、言われちゃうんですよ。ねえ、それはね、自分の中の永遠なね、変わらぬものが言うんですね。真がですね。で家へ帰れっていうのは自我を捨てて本来の自分に戻れっていうことですね。そしてね、我欲でがんじがらめになったこの不毛の町を抜けるんですね。そうするとかと思いきや急展開、自分次第で別世界作り変えられるみたい、信じたいね、という歌詞になっていくんですね。そしてね、一匹狼ね、子連れ狼にしがみついている大五郎の画像が出ますね。かわいいね、大五郎ね。で大五郎がね、しがみついている子連れ狼こそもう怖いもの知らずの存在でありね、犬ね、自我である犬のように鎖ではなくて愛で自分をつないでいる存在なんですね。ここのね、鎖とね、この愛の対比ね、素晴らしいですね。であそこで目がハッと覚めますね。あ、そうだ、自分にはあれがついてるんだってわかるんです。そしてね、もう進んで殴られに行きますね。もう人生のね、荒波に立ち向かっていきます。もうコテンパンにやられます。でここでね、風さんはね、なんかシャドーボクシングしてますね。つまりね、相手のいないボクシングですね。傷つくのは自我であって、傷つけるのも相手の自我なんですね。で人を傷つけるっていうのは、つまり自分を傷つけてるんですね。それが自我の特徴なんです。自我はね、傷つきますけど、本当の自分は全く傷つかないんですよ。よくね、自分は傷つきやすいっていう方はね、よく覚えていてほしいんですけど、本当のあなたはもう傷つきません。絶対に。この本当の自分っていうのは歌詞にあるもう変わらぬもののことですね。しがみついていたいものですね。真我です。ハイヤーセルフって言ってもいいでしょうね。ここでは子連れ狼がそれですね。でここで自分っていうのはね、そもそも何かなって考えてみたいんですよ。普通ね、自分っていうのはこの体や思考ね、脳ですね、頭で考えることですね。それが私という自分だと思っていて、でそれを個人の自分だって思ってるんですね。
けれどもね、個人の自分なんて幻想なんですよ。ただの体があるだけなんです。名前があってね、どこどこの小学校行ってね、中学校行って高校行ってどこどこに就職してね、そういうね、いろんな経験とか記憶の積み重ねを個人的な自分だと思ってるだけなんですよ。社会的なね、道徳だとか親の教育だとか、そういうものは後からつけられたものなんですね。でそういうものが全部寄せ集まって、そしてそれが自分という感覚になってるだけなんです。本当の自分っていうのはまだ教育とかいろんな経験に汚染されてない、もう生まれたてのあなたがそれなんです。本来の自分なんですね。無垢な大五郎のような存在だったんです。もともとは大五郎のように大きな永遠の存在とつながってたんですよ。大五郎とちゃんのようにね、一心同体で、だから全てね一つで、自分と世界は一つだったんですね。ところがですよ、それが大きくなってね、成長して経験を積むにつれて思考がね発達してきて、その思考が自我を作るんですね。そうすると自分と他を分けるんですよ。その自我が膨らんで私がっていうのが出てくるんですね。でここでね、その大きな存在とのつながりは切れちゃったような感じになるんですね。そしてね、日常的にもね、私の子供、私の家、私の料理、私の財産っていうふうにね、全て私と他を分けるんですね。でも本当はね、私なんていないんですよ。そんなバカなって言うでしょうけど私はね幻想なんですよ。なのに私のものが大事になるんですね。私の子供や私のペットだけを愛するんですね。で心の底ではもう他の子とかね、他のペットどうでもいいんですよ。であんたじゃなく私が正しいとか言いますね。で意見が違うと妙に腹を立てたりね、それが自我なんですね。で私の好きなもの、この私が好きなものをけなされると怒ったりしますね。例えばね、風さんのファンはね素敵な人が多いですよ。けれどもね、中にはね、風さんと自分をね同一化しちゃうことがあるんですね。執着ですね。そしてね、風さんをね誰かがけなすと、ちょっとでもけなすとね、まるで自分がけなされたようになっちゃうんですね。それで怒っちゃったりしますね。それが自我なんですね。でね、この同一化っていうのはね、風さんがねもしイデオロギーとか国とかになっちゃうと、これ戦争になっちゃうんですよ。だからね、同一化っていうのはねとても怖いものなんですね。でね、私っていうものはないのに幻想の自我をね自分だと思ってるんですね。本当は真実は体があって、それを宇宙のエネルギーが動かしてるだけなんですよ。自由意志は本当はないんです。またそんなバカなって思うでしょうけど、ね、自分の思い通りになったね、人生が自分の思い通りになった方いますね。そういう方があったらお目にかかりたいんですけどね、皆さんいつの間にかこんな人生歩んでたっていう人ばかりのはずなんですね。そうじゃないですかね。自由意志なんてないんですよ。だけど思い通りにならないから人生は面白いんですよ。だけどね、そこにね我欲があってね、有名になりたいとかね、もっと昇進したいとか金稼ぎたいとか成功したいとかいう野心みたいなものがあると苦しみしかなくなっちゃうんですね。だから自我で生きてるとね、満ちていくではね、愛そのものだった海が荒波になっちゃうんですね。本来はね愛でいっぱいのはずの人生が嵐になっちゃうんですよ。そういうことなんですね。でね、
なんかね目標を持った方がね幸せになりそうな気がするんですけど、これが違うんですね。それこそね何かになるはずがねもう何の意味もない人生になっちゃったりするんですね。だから本当はね人生の意味っていうのはもうただただただ生きることなんだと私は思います。ともかくね私っていうのは幻想なので傷つけられる自分なんて本当はいないんですね。だから宇宙のエネルギーに従って抵抗せずに生きていれば幸せなんです。それが変わらぬものにしがみつくっていうことなんですね。最後の戦いのとこでね大五郎の姿がまた浮かんでねノックアウトされてたはずの風さんがスッと立ち上がりますよね。彼は自我に勝ったんですね。大五郎のようにね神我である一匹狼ね、そのね子連れ狼、そのしっかりとしたものに愛でつながっていればもう何にも恐れることないんですね。皆さんもねつながっているんですけどほとんどの人は気づかないだけなんですね。でこの大五郎はねヒンズー教でいうねアートマン、これ自分の本質ってことなんですけどね。で子連れ狼はブラフマン、宇宙ですね、宇宙そのものですね。日本語で書くとボンが一如って言うんですけど字幕出ますのでボンが一如ってことですね。で自分の本質っていうのは宇宙ね、それを神様って言っても神我って言ってもいいですけど、それといつもつながって一つだということなんです。そうすればね何者もあなたを傷つけないし、何を言われてももうへでもねえよってね強く生きられるんですよ。はい、今日はねここまでです。いかがでしたでしょうかね。今回も素晴らしいね奥の深い曲でしたね。わからないことやね疑問などありましたらねご遠慮なくコメント欄でお知らせください。それからね何かリクエストなどもありましたらねいつでもどうぞ。それではまたこの次まで皆さんお風邪など召しませんようにねお元気でお過ごしください。さようなら。